ラスティディップの余計な分がこれでちょっと拭いただけでまたすぐ落ちたので綺麗になりました。でも今日はもうちょっと別のプロジェクトをしようかなと。今日はこの商品を紹介したいと思います。これがね、前から欲しいなと思ったんだけど、このジュナックという会社だったのかな。スバル用 STI 用にやっぱり前にエンブレムが光ることがかっこいいなと思って、今日純正のエンブレムをこのジュナックというのかなというところのエンブレムに書いておきます。これを12V の電気に、つなぐことによってこれが光ることが非常に楽しみにしているんで、早速つけてみましょう。まずは、純正のエンブレム、こちらですね。日本とアメリカは同じですね。よかった。両面テープで、貼ってあります。で、両面テープをきれいに剥がすには熱が必要です。ヒートガンで熱を与えることですよね。時間がかかりますよ。特に古いものだとね、時間がかかるんで、あとね、寒い日に、今日もちょっとロサンゼルスもちょっと寒いんで、熱を与えないと剥がれないですね。で、もっと本当は与えないといけないんだけど、先ほどちょっと与えてきたんで、その後私は熱の後は釣りの用のこの釣りの糸というんですかね、エンブレムの端からちょっと入れて、熱でね熱くなるとその両面テープをもうちょっと柔らかくなるというか、こういう風にこうやることですね。で、ある程度それできてからここに隙間、グリルとエンブレムの間に隙間ができるので、柔らかい、プラスチック、これプラスチック製のものなんだけど、爪などのこういうので中に入れて、で少しずつ優しくはい、こういうふうに丁寧に、スティーブは普段あんまり丁寧じゃないんだけど、ほら熱を与えることによってきれいにこういうふうに剥がれますね。跡が残ってないことが非常に大事なことでございます。こんな感じですね。はい。で、代わりにこれをつけますね。光るやつをつけるという。次は必要なのは、これつけるには、これも両面テープなので、つけるには問題はないんだけれども、一つあれしないといけないのはこの配線をつなぐことですよね。というのは 12V の本当はローランプというんですかね、ローランプの配線にこのコネクターもついてきたので、これでつないでおくときれいに光るだろう。かっこいいな。ここまで来る前に確認、チェック、確かめること。これ普通の 12V のバッテリー。これはこの配線ですね。はい。ここにあるワイヤー2本。1本に白いこういう線が入ってるので、こっちはプラスでこっちはマイナス。バッテリーのマイナスにこれつけて、バッテリーのプラスにつけると、ほらつきますね。同じ感覚で 12V が、与えないとつかないということで、それはいつつけたいついてほしいのかというのをまず理想的に考える。ヘッドランプをつけるときにこれがつくということにします。うちの場合は違うやり方でもいいですよ。エンジンかけた時にいつでもつくようにもというやり方もあるし、夜だけのヘッドランプついてる時のがつく時のこういうふうにしますので、こういうふうにまず確認が必要ですね。これは 12V の電流というんですかねのテスターなんですね。バッテリーのマイナスの方にアースとしてこれつけて、12V に当たるとライトがつきます。これは一番基本のベーシックな、テスターなんですね。確かめなきゃいけないのは 12V のテスターでヘッドランプに来る
この配線、このコネクターですね。このごついコネクターに、すべてこれはヘッドランプの方に来るコネクターです。ここにつくんで、それぞれのヘッドランプの中の仕組みにつなぐコネクターなんですけど、この中をテストする必要がありますね。はい。というのは、カメラマンにエンジンまではかけなくても、とりあえず、この中で、この配線の中を、どれが、ランプつけるときにどれがつくのか。じゃあ、今は何もランプヘッドランプついてない状況なので何もつかないです。はい。でもランプどうぞつけてください。はい。ヘッドランプがついてます。このコネクターがね、外してるから、こっち側がつかないことは当たり前なんですが、今度じゃあ、どれがランプがついてると、どれが12ボルトがあるのか。これ当たると、ほらありましたね。ここもありましたね。ここは違います。そうすると、この右の上と右の真ん中ですね。そうすると、これを分析すると、この太い赤とこの青い線ですね。太い赤が12ボルトっぽいな感じなので、これやるにはテープをちょっとね、剥がして、そのワイヤーに自分の手が届くようにすればいいと思いますね。そしたらじゃあこのワイヤーがここにあって、今度エンブレムについてきたワイヤーとコネクタを使います。ここにアースはこの下の方にすることにしました。このフレーム、シャシーにあるこのボルトがもうすでにアースとして使われているので、ここに使おうと考えています。で、このエンブレムのワイヤーがこのちっちゃい元あった穴を通して、そこからこの下を通してワイヤーがこの下にありますよ。で、ここからこのワイヤーをここまで持ってきて、で、さっきご案内した、上の方のここの細いワイヤーをこのコネクター、ついてきたコネクターにこういうふうに一番右上にあったこの濃い青の線にこれつないでおきました。そっからこれ今切りますね。これ余分のこの部分はいらないんで、下の方のもう一本アースの方は下の方のこのコネクタにしようかなと考えてますので、こういう感じになります。これうまくいけばつきますね。どうですか？いかがですか？なかなかいい DIY じゃないですかね。前から初めて見たときにかっこいいなと思って、欲しいなと思って、この DIY 誰でもできる。ちょっとだけ、別に配線に詳しくなくても、ちょっとだけ勉強してみて考えた上でやれば誰でもできる簡単な DIY。でも何よりも結果はめちゃくちゃいいね。サムズアップですね。チャンネル登録してますか？ DIY これからもっとたくさんやりますので、フォローしてね。それと Twitter やってる方いますか？ Twitter もやってます。@の SteezPOV フォローよろしくね。ではまた。